インチャンネルステップバイステップ。はい、今日も始まりましたけれども、はい、本日は五反田にある絆ベースジム、はい、いつも使わせておなじみなんですけれども、来てるんですけれども、はい、今日は、はい、先生がワンパーセンターに出た時に、ポスターを選んでもらったじゃないですか。選びました。皆さんありがとうございます。でその第1位になった、これあるじゃないですか。グネリパンチ。グネリパンチじゃない。古剣ね。古剣。いや、それでグネリパンチと思って僕もネットでちょっと調べました。調べたんですね。古剣っていうのは空手でもあって中国武術でもあるみたいな。でもいや絶対にこうの方なんでこの攻撃が痛めるやろうなと思って、でそこをちょっと深掘りさせていただきたいなと思って。先生に教えていただこうと思ってたんですけど、ラスボスに来ていただいて、そのいろいろな視点でこの古剣ってどういうことなのかちょっと先生に詳しく教えていただきたいなと思います。さあラスボスの広渡辺先生です。お願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。広渡辺先生、先ほども今喋ってたんですけど、この古剣っていうのはまあいろんな形ありますけど、こう描いてるんで古剣。なるほど。これは空手でもあり中国空手、沖縄の空手にもあるし、中国武術でも例えば八角剣、白い鶴の剣でもこうやってジャッキーがこうやってやったりしてるじゃないですか。これでやったり、こっちでこうやったり、こうやってやったりあるじゃないですか。これはここを使ったりこうやったり。古剣っていうのはここだけでじゃなく、こことかも。いや、これはあくまでもここ。古剣はあくまでもここ。あくまでもここ。見てなかったね。それは自分の腕見た。実演完了。実演ですから。いや、驚いた。ってグネリパンチ。もう俺グネリパンチとは言えない。ここグネリパンチ。これいやめっちゃ痛いですけど、それはやっぱこうではないんですね。映画のいろんなやり方あります。まあ東郷ほらポスターでたまたまこうやったわけであって、使い方はいろいろあります。最新刊のバキでも取り上げられてましたからね。なんかその漫画のバキの中でも古剣が取り上げられたって神戸社から LINE が来て、いや板垣先生これ見てんじゃねえかと思って、急に俺バキのエピソード喋るの急に緊張し始めました。それは大丈夫じゃない。対談できるぐらいのもう知識ある。印象悪くないですか。現代格闘技だとあんま使わないけど、武術はいろんなその手のこういった形とか手法があるんで、ここで殴る意味、こっちの方がいいのじゃないかとか。いや、状況によってです。それからその当てる場所によっていろいろ手法を変えるんですよ。今日はちょっと古剣の使い方、どういう時に使ったりとかするのと、あとどう鍛錬するのか。ちょっと怪我しそうな感じしますよね、下手にやると。手首が強くないと。まあでもほらジャッキー・チェンなんかも映画でやってますから、鍛錬の部分に見せたりしてます。実践ってこと。実践ですか。反応が早い。いやそれが実践に使う古剣をちょっと深掘りしていきたいと思います。先生よろしくお願いします。まず当然鍛錬しないとダメですよ。もうその素人当然鍛錬をしないと使えるわけがない。こっちよりも使いづらいですよ。指先とかこことかはこういう拳とか肘だったら素人でもできるわけ。そうですね。だからこういった特殊な手の形の場合はやっぱし鍛錬があってこそ効かせられるっていうことがまず前提にあります。でそうする鍛錬をしてるとどうなるかっていうと、パンチをこうまず来た時にこう入るんですね。今こう抜かしたけど、じゃあちょっと軽く入れるから。そこにね。ここも今の腕のところにも古剣を入れて。硬い。硬い先生。不思議だな。硬いでしょ。そうすると、こうなんです。でそのここへ入ってくる。そっか。ここへ。全古剣ですね。全部古剣使った。腹も古剣で。ここね、この急所、この急所、そこがまず一つ。しびれる、これでしびれます。で上に上がります。で今しびれてるもんね。肋骨が今開いてるんで、
これはね肋骨をちょっとこう締めると、はいグッと締めてはい耐えられるの、はいこれ肋骨開けるのね。肋骨をこう開けるとほらなんか空気出た。ギュってなんか漏れた漏れた。そう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 か、技の中でこれがこじ開けられて、なるほど。でそのまま今度はここで顎。今はこうしてるけど、はいはい。ここ打ったらもっとこめかみ、ここテンプ。コーンでやっぱ拳握るより早いんですね。力だっていらないよ。で、はいこれ使うときに一つはスナップを効かせるんですよ。だからこのままでそうこんなもん。これは、こっちからこういうスナップでうわ。もう一緒。いいよ。でこのまま、このままだとこうなの。ああなるほど、固定じゃないんだ。そっちと思ってましたもん。硬くなっちゃってるから。俺もそうだと思って柔た。らかくしてこの手首のスナップで入るとドンと入る。でもスナップしてついくときにはこの曲がった状況なんですね。だからはい。ここからあ、そっか、もうここで準備されてる。筆しかスナもップでこじ開けられて、そう。でそのままここからスナップスナップね。スナップがだからこれが小打なの。そっか。大丈夫？今のは来た。おっす。だからこれ小打が2人いたら小打を入れてそのまま貢献でそのまま小打入れて貢献。やっぱヒロ先生、タクチャンネルが出てますけど、弟子の東郷先生のあたりが一番きついわ。それは俺の時は20年以上います。全然違うわ、他のチャンネルと。それだけ回数受けてきてるからいやでもすごい。なんか正直小手とかの方が効くやろうし、この裏ってここってどういうことっていここをう。鍛えるわけですよ。今みたいな多人数に対しても、はいああやって早くね。めちゃくちゃ早いじゃないですか。だから返しがもう打ってるわけ。もうこれで今。拳を作らないでいいわけですよね。顎でしょ。顎やるとこれが浮くじゃないですか。なるほそしたら今度逆にはいここを打つと、いあってなるじゃないですか。はいはいでここへあ上がってそのだからこうこれが基礎。こけいや、バキはハンドポケットからのバッケンで入れたんですけど、じゃあもう使い方としては合ってる。一緒ですよね。一緒一緒。これこう入れたらね。お、先生がバッケン。こう入れあ、じゃあゆきおさん、これもみのすくねやって。これねバッケン術。これ居合。これ居合で使えるの。いいですか？はいはいちなみに先生バキ読まれてないんで。これ見てない。読まれてないんですよ。はい。アニメはすごい好きだけど、そうだから鬼滅だってトムに言われて、そんなのあるんだってそんな感じですよ。でトムに言われてアニメなんだろう DVD 出てんのレンタルでちょっと見てぐらい。ちゃんと見てくれる。進めたら見てくれる。見てくれる先生。一応進めたら見ます。見てくれる。あ、バキで言うとロン処分とハンマーバキがやりましたね。そうだねハンドポケット例えばほらこれでこうやってて俺が殴ろうとしたらトムカバーして、はいかわしていいから。はいはい普通にはいいつもこれでいいですか？うんはいでしょ。はい。でこれ分かっちゃうじゃないですか。分かっちゃいますね。これ居合でやる。手出したとか居合でやるんですよ。意外。スーッときてほらこれ居合なんですよ。はいはいはわかります？い。いや、僕はわかります。板垣先生がそれ解説してたんで。こうしたらほらこれはい見えるからはいかわせるんですよ。うん確かに。だけどこの歩きの中でほら自然にもう抜ける自然に抜けてるじゃないですか。どここう今こける保険でしたね。でしょ。ほらポスターと同じ形。
続いてその鍛え方やっぱ僕とかがやったら絶対にくねいやでもできる。よくこうやってみんなこっちってなる。はいそうですね。だからぐねりって言うんでしょ。まあ僕がごめんなさい思いつきで言っただけなんですけどぐねりパンチ。よくね、よくみんなやるよ。はいそれは手首が固まってないから。うんパンチ打つときはしっかりここを締めて当たる瞬間キュッと締めると絶対にぐねらない。でもあえてぐねらしてドーンって言ったでしょ。衝撃でこのだからスナップ大事なんだけど。おうわい。おすごいっすね。っていうこれ今一番簡単なやり方。はいやってみよう。折れるってやってみよう。ゆきおさん両手絶望やばい。危ないよ。あこれダメだ。これはじゃあまずこれだけではい腕立てやって。危ないそもそも重いからさ体重が。そうはできるよ。はいでそれで拳にして。これをそうここから戻すの危ないって。そううわ危ない。そうとかできる。ねはい昔教えたもん。教えないもう10年以上20年近く前に教えていただいてそうはいちょっと待って保険やるために1歩目これですか。その 5歩目とかやったら分かるけど1歩目そうかそれぐらいか。これ最初よ。これ最初よ。先生ここマットとかでやんないですもんねマットそもそもなるほどね。俺アスファルトでもやるけど。そう。すごいっすね。ちょっともう俺らがなんこうやってたけど本当に普通に戦いに絶対使えいやる。もちろんですなんかちょっとカッコつけすぎなんちゃうかなというもう実践的にこの辺とかあやばいこれで。それやばいおおなんか今開いた。あれねあれやばいんですよそれはあと顎ってなる。どういう音よ。カーンってやって顎外しちゃう。そう頸動脈とか。うんこれでも効くし、はいでも拳入んないでしょ。こうやって締められたら。はいだからこうやって締められたら拳入んない。はいでもここだとこうじゃなくてここで入るの。ここ。本当。でここで打たないの。ここかここ。サイドそうだからこうパンチ来た時にはい保険でこれ超痛い痛いでしょ。ここ骨ですねそこでねそこの硬いとこですね。先生そこもここもコンコン毎日鍛えてます。これで回転加えてカンと。だから、でここかここなの。ここじゃないの。だから蹴りが来た時に今度はここを使うの。もう物で叩いてるみたいなリアクションですドね。ンキだよいやいろいろ教えていただきましたしゆきおさん多分今日日本で一番コケン食らったと思いますそれは間違い本当に保険をね。本当ちょっと待って他にコケンを股間にね。ちょっとそのギャグ危険だな。一回締めさせてください。本当によかった。ジークンドーの技術ではない。ないですねジークンドーにこれはないですね。なるほど。それを東郷石井は使ったわけですね。ワンパーセント。そうですねそこは実際に見ていただいてそうですね。このここで使うのかここで使うのかっていう見どころにもなると思いますよね。はいまさかあのポスターがここまでね。だって東郷先生あれポスター用の写真じゃないじゃないですか。そうなんですよ実際のアクションシーンの切り取りでしょ。切り取りみたいではいそれがコケンだ、グネリパンチだってなって、いやコケンですってなってここまで今発展してでます。ヒロ先生が実際にいや使い方こうだよって紹介してくれるまあねこういう人紹介してねするのは多分俺以外いないだろう。確かに。判断したんで。全部気になったものはもう平渡辺先生に教えてもらえれば聞くと聞けば多分大丈夫だと思いますね。そうですね何でも言ってください。はい。本日はなんかいろいろ教えていただいてありがとうございました。ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました